しっかり支度しな。どうしたんだカロン。難しい顔をして。ああ、厄介な代物を仕入れてね。クライブ、少しばかり時間はあるかい？大丈夫だ。早速だけどこれを見ておくれ。ほら。クリスタルだが、見たことがない色をしている。やっぱりね。あんたも知らないか。私も長いこと商売をしてきたけど、こんな代物を見たのは初めてさ。無論グツもね。巷ではこう呼ばれてる。ダスククリスタルと。ダスク、妙な名前だな。この色だからね。いつものクリスタルと同じように魔法は使える。なんだけど運が悪きゃ一度使っただけで壊れちまうような粗悪品。その分値段も安い。こんな得体の知れないクリスタルが最近になって闇取引に出回り始めたんだ。それであんたにも知らせておこうと一つ仕入れたってわけだが、こいつをどう思うクライブ？ダスククリスタルか。あった。これは自由霊かい？ああ。よし、もう十分取れただろ。お前らそろそろ引き上げるぞ。はい。こいつを街で売りさばいてもう一稼ぎだな。なんだ、自由か？兄貴、明かりが消えちまった。心配するな、大丈夫だ。大事な商品だが仕方ねえ。くそ、こいつも一度きりか。もう少し持ってくれりゃもっと高値で売れるってのに。なんだかいつもより気味が悪い。兄貴、早く出よ分かった分かった。がっつり稼いでうまいもんでも食うとするか。それじゃあお先に。う。待ってくれよ兄貴。この辺りで自由霊とは珍しいな。まったく、この忌々しい空になってからろくなことがない。そういえばこいつが出回り始めたのも空模様が変わった後だったか。何か関係が？さてね。ただ湧いて出た話ってのは確かさ。
あんたたちがマザークリスタルを破壊している裏で、闇市場ではクリスタルの価格が急騰していた。そんな中で突然こんな代替品が現れたんだ。怪しいってもんじゃない。一体どこから。まさかこの色、オリジンの。全てのクリスタルはマザークリスタルから採掘されている。オリジンもマザークリスタルのような存在だとしたら、これも同じように。初めに言ったろ、厄介な代物だって。だからあんたに話したんだよ。調べた方がいいな。なら語り部から話を聞こうじゃないか。今こいつのことで何か記録が残ってないか探ってもらってるんだ。気が利くな、カロン。私も悪党一味の端くれなんでね。ジョシュアも何か知ってるかもしれない。あいつに声をかけたら俺もすぐに向かう。ジョシュア、話がある。ダスククリスタルのことだが。そんなものが出回り始めていただなんて。残念ながら僕も初めて聞いたよ。ここ最近の話なら教団も把握してないと思う。お前や不死鳥教団も知らないとは。兄さんの言う通り調べる必要がありそうだね。語り部が文献を探っているようだ。何か手がかりがあればいいが。ここで話していても仕方ない。早速彼に話を聞いてみよう。ああ、そうだな。おや、クライブ。ジルも来ていたのか。ダスククリスタル、嫌な色。こんなものを生み出すマザークリスタルが存在しているなんて。もしダスククリスタルがオリジンの影響で現れたのだとしたら、アルテマは原初のくさびの他にも何か企んでいるのかもしれない。待って兄さん、奴は本来の力を蘇らせるためにオリジンを浮上させた。それはある意味最終手段ということだろう。ここに来て別の手があるとは思えない。アルポクラテス、あんたはどう思う？ダスククリスタルが出回り始めたのは空模様が変わってから、つまりオリジンの出現よりも前ということになる。わしもこれそのものがオリジンに由来するとは思えない。あいにくここにある文献にダスククリスタルのことは見当たらなかったが、空の文明について一つ興味深い記録があった。空の文明の民はクリスタルの神秘に挑んだとな。クリスタルの神秘。マザークリスタルこそが力の源と捉えていた彼らは、その謎を解き明かそうとしていた。人の手でマザークリスタルを作り出すことができれば、巨大な力を自在にできるからの。人の手で？かの時代には魔導と呼ばれる技法によって召喚獣のごとき兵器さえ操っていたという。これが真実ならあながち幻想ではないかもしれん。いずれも人知を超える力だ。それに空の文明の崩壊の折にも空が闇に染まったと記録されている。長らく眠っていた人の手によるマザークリスタル、それがこの空になったことで再び動き出したのだとしたら、その未知のマザークリスタルもまた大地からエーテルを吸い続けているかもしれないか。カロン、このダスククリスタルはどこで手に入れた？
ロザリアの行商からさ。どうやらポートイゾルデが主な取引場所になってるらしい。さてクライブ、こいつを見逃したら大悪党の直れってもんだよ。行くならそいつを持っておいき。アルテマのものであろうとなかろうと、マザークリスタルは全て破壊するさ。兄さん、僕たちも行くよ。ええ、そうね。そんなものが本当にあるなら放っておけない。よし、急ぐとしよう。ポートイゾルデへ向かうぞ。待ってよ、ファミルの兄貴。いいから黙って逃げろ。くそ、逃げ足の速い奴らめ。どうしたんだ？何かあったようだね。彼に聞いてみよ何かあったようだな。あなたはクライブ様。これは見苦しいところをお見せしました。怪しい連中を取り調べたところ逃げられてしまって、面倒なものを持ち込もうとしていたものですから。う。面倒なものとは？ええ、クリスタルの偽物ですよ。その話、詳しく聞かせてもらえるか？最近ポートイゾルデではクリスタルの闇取引が横行しています。国から配給も止まった上にこのご時世ですからね。ある程度を見逃すことで暮らしを安定させるようバイロン様からも指示を受けていたのですが、そんな折一度使えば壊れる粗悪品が出回り始めたのです。あんなものが広まると先々略奪の原因になりかねません。それで警備をしていたところにさっきの連中が妙な色をしたクリスタルを持ってきたというわけです。あの3人組がダスククリスタルを。おや、皆様もご存知でしたか。先ほどの様子を見るに連中がダスククリスタルの売人で間違いないでしょう。兄さん、彼らが向かったのはビュイット大橋の方だ。ああ、今なら追いつけるかもしれない。クライブ様、この辺りも野党が多くなりました。どうかお気をつけください。ありがとう。ポートイゾルデがあの様子では、さっきの3人組もしばらくは寄りつかなくなるかもしれない。そうだな。逃げられる前にここで抑えるぞ。頼んだぞ。行け。この辺りにはいないみたいだ。先を急がないと。ジュールだ。どうやら収まったみたいね。そうだが連中の姿は見当たらない。やれやれ、最近は不吉なことばかりだ。こんなことが続いたら気がめいっちまうな。よし、あの二人に話を聞いてみるか。この辺りで怪しい3人組を見なかったか？ついさっき見かけたが、きっと今頃落ちんでるだろう。どういうことだ？連中野党どもに追われてたんだ。クリスタルをよこせってな。えらい剣幕で走り去っていったよ。3人組はどこへ？ああ、向こうの方さ。
この先はオールドヒル造船所だ。あそこは今誰も住んでいないはず。空き家に潜んで野党たちをやり過ごすつもりなのかもしれない。探してみるしかなさそうだ。邪魔をしたな。オールドヒル造船所か。行こう、二人とも。探せ！連中を逃がすんじゃねえぞ。必ず近くにいる。どうやらまだ捕まってはいないようだ。俺たちの邪魔するやつはぶっ殺す。野党どもめ、なんて数だ。兄貴、もう走れないよ。まったくだ。だけどここまで来れば。兄貴、誰か来た。ようやく巻いたと思ったのに結局捕まっちまうのかよ。おい、お前たち少し話を聞かせてくれ。野党のくせに大層な剣までぶら下げやがって。貴様らにくれてやるクリスタルはね。俺は野党じゃない。勘違いするな。どこ行きやがった。こっちだ。この辺りで奴らの声がしたぞ。やばい、さっきの連中に追いつかれた。兄貴、どうしよう。いいか、こういう時は慌てず騒がずだ。なあ旦那方、ちょっと。さっき野党じゃないって言ってたな。ああ、そうだ。俺たちはこいつを調べていただけだ。そうかそうか、そいつは実に好都合。クリスタルの売人を見つけたぞ。こっちだ。お前何を。いたか。いたぞ。ちょろちょろと逃げやがって。もう逃がさねえぞ。クリスタルをよこせ。待て待て、間違えないでくれ。俺たちじゃない。ほら、あっちだあっち。見ろよ、手に持っているものを。おう、あれだ。いや、これは。それじゃ旦那方、あとはよろしくな。来るわよ、クライブ。仕方ない。片付けるぞ。奴らをぶちのめして逃げられないようにしてやれ。クリスタルをいただくぞ。兄さん、追うよ。ああ、連中には仕置きが必要だ。奴ら橋を渡って湿地の方に向かってな。まさかダスククリスタルの売人があんなふざけた連中だったとは。確かに逃げることにかけては起点が効くようだ。このまま逃がしはしないさ。よっ。見ろ、ダスククリスタルだ。辺りに魔物の足跡がある。ここで襲われたのかしら。だとしたら少なからず足止めを食らったはず。このまま追うとしよう。連中マーサの宿に向かったと思うが。
さすがに人目は避けるだろとなれば湿地の奥の方だな。今度こそ大丈夫だろ。奴らだ。くそ、あいつらまだ諦めてなかったのかよ。旦那方、野党相手によくご無事で。なんとかな。だがもう面倒はごめんだ。いいか。お前ポートイゾルデに出入りしてた売人だろ。クリスタルの出所を調べている。こいつをどこで手に入れた？それは教えられないね。商売に関わる大事なことだ。貴重な稼ぎ口を奪われたくはない。こいつがあるから俺は仲間を。またか。クライブ、あれを。なんだ、塔に光が。どういうことだ。ねえ兄貴、塔のクリスタルは無事かな。バカ、黙ってろ。まさかあの塔にダスククリスタルが。いやいや、ちげえよ。あるわけねえ。あの賢者の塔はただ古臭い空の文明の遺跡だぞ。入り口さえ見つかってないのにどうやって中へ。それにしてはなかなか詳しいようだな。あれ、それは。見ろ、アカシアだ。アカシアが出たぞ。いい加減にしろ。そんな手に何度もかかるか。どうやら本当よ。何？くそ。待て、お前たち。クライブ、ここはマーサの宿に近すぎる。こんな時に追いかけたいが、アカシアを連れて行くわけにもいかないか。さっさと倒すぞ。終わったか。あの3人組はまた逃げたみたいだ。まったく悪運の強い奴らめ。やっと落ち着いたか。兄貴、里へ帰ろう。ポートイゾルテじゃもう商売できそうもないよ。あそこがダメなら他の町に行けばいいだろう。アレク、マルネク、気合を入れろや。そんな。と言いたいところだが、今賢者の塔が先だ。塔が光るなんてこれまで一度もなかったのに。いつにも増して気味が悪い。確かめに行くぞ。俺たちのダスククリスタルに何かあったら商売上がったりだからな。クライブ、これからどうするの？奴らが塔のことを言っていた以上無視はできない。それにあの光も気になる。賢者の塔、空の文明の遺跡か。あそこはこれまで何度か調査隊が出向いたけど、一度も中に入れてないはずだ。だけど彼らは中を知っている様子だったわ。どこかに入り口があるのかもしれない。賢者の塔でダスククリスタルが取れているのだとしたら、アルポクラテスが言っていた人の手によるマザークリスタルもそこに。調べるしかないね。あの位置なら漆黒の森が近そうだ。行ってみるとしよう。賢者の塔、
子供の頃から見ていたが、数ある遺跡の一つとしか思っていなかった。昔父上から聞いた話だと、あの辺りは険しい岩山に囲まれているらしい。できるだけ塔の近くに行ってみよう。漆黒の森から続く道がどこかにあるかもしれないから。待て。こんなところにゴブリン族が。いや、あんな姿は見たことがない。素通りはできないか。兄さん、気をつけて。ここは黒の一帯の中だ。ああ、分かってる。このまま押し通る。たまれ！そこか。魔法がないとこうも戦いづらいか。でもやるしかない。とどめだ！やっぱりいつものゴブリン族じゃないわ。こいつら何者だ？兄さん、ジル。二人ともこっちへ。ジョシュア。この扉を見て。空の文明の遺跡。まさか塔が光った時に開いたのか。それにこの先は。もしかしてここから賢者の塔に。そうだといいが。ここにはエーテルがあるようだ。この遺跡まだ。ええ、生きているようね。敵対生命を確認。なんだ？排除工程を実行。敵対生命を排除せよ。今聞こえた声はまさか遺跡が自ら。どうやら俺たちは敵扱いらしい。注意しろ。排除せよ。敵対生命を排除せよ。排除だ。ゴブリンは外にいた奴らと同じだ。ここから現れたのか。ダスククリスタルがこんなに。出どころのようだな。ということは。ああ、ここが賢者の塔に違いない。何なんだこの化け物！来るんじゃね
今のは奴の声だ。二人とも急ぐぞ。なんだあれは。警告、警告。人造コアに敵対生命が接近。排除せよ、排除せよ。聞いたか今、人造コアだ。俺から離れろ、離れてろ。兄貴！おい、こっちだ。お前たちはさっさと逃げろ。早く。まずはこいつを倒す。行くぞ。なんて動きを。なめてかかるとやられるぞ。継戦能力の喪失を確認。マザークリスタルタンクより人造コアの隔離を実施。そうだったのか。マザークリスタルではなくコアを。あんな化け物を倒しちまうだなんて。おかげで手下ともども助かったよ。感謝するぜ。それにしてもこんなところまで追ってくるなんて、旦那方一体。俺たちのことはいい。それより状況を教えてくれ。旦那にはかなわねえな。分かった、全部話す。俺たちはいつもこの辺りで採掘をしてた。この賢者の塔でダスククリスタルをな。ここで異物を相手にしながらか。まさか。いつもは静かさ。化け物は塔が光ってから出てきやがって。なるほど。それで俺たちはちょいとした理由でクリスタルが入り用でね。だからこうして塔に入り込んで必要な分だけを細々と取ってたんだが。さっき見た人造コア、おそらくあれが作られる過程でダスククリスタルが生まれて放置されていたか。ここは大昔に
俺たちの一族が入り口を見つけて、それからずっと調べてた。先祖に倣ってこっそりやってきたんだけど、余ったダスククリスタルを売り始めたのはつい最近のことだ。それで闇取引に出回り始めたってわけね。なぜ今になって商売を？簡単さ。この気持ち悪い空になってからというもの、クリスタルがあちこちに出てきたんだ。そのままじゃもったいないし、となれば俺たちが使う分以上を取って売れば人儲けできると思ったんだよ。そうか。状況は分かった。何の目的でお前たちがクリスタルを取っていたかは探らない。だから俺たちの邪魔もするな。兄さん、この気配、あの人造コアが大地からのエーテルを吸収してるのは間違いなさそうだ。これまでと同じならコアの破壊で止まる。おい、旦那方はあのコアを潰すつもりなのか？本当に？ああ、それが俺たちの目的だ。嘘だろ。だってそうだよ。ここから先は俺たちも行ったことがない。上の層にどんな化け物が潜んでいるか、それに破壊で止まるって、クリスタルはどうなるんだよ。ダスククリスタルは諦めろ。逃げる支度をしておくんだ。今のうちにな。なあ、旦那方、本当にコアを潰すつもりなのか？この塔で何が起こってるんだ？あんな化け物が出るだなんて。さっきのが人造コアならあれがマザークリスタル代わりか。信じられないよ。ここは行き止まりのようだ。どこかに道は。この辺りを探してみよう。これは昇降機か。この装置は中にいるのは魔物。でも何を？マザークリスタルを作るのに必要だったのかしら。不気味ね。ここにもたくさんの装置が。敵対生命の侵入を検知。危険体を解放。まだ生きてるぞ。襲ってくる。二人とも気をつけて。空の文明の民はなぜこんな魔物たちを。この異物、どうやら動いているようだ。680-9255記録を再生。増殖炉の試運転を実施。不完全ながら23個体のクリスタル生成に成功。増殖という生命の基本原理を応用。理論の正しさが証明されたことで、今後はクリスタルの生成。やはりここでマザークリスタルを作ろうと。
油断できる相手じゃなさそうだ。最後だ。なんとか倒したか。ただの魔物とは思えないわ。黒い魔物、まさかこれも作られた？この昇降機も生きてる。これを使ってなんとか先へ行けそうだ。ああ、このまま進もう。コアはどこかしら。あれを見て。飛空艇、こんなところに。賢者の塔からも飛び立っていたのか。敵対生命が飛空艇格納区画に侵入。退避せよ。敵だ、兄さん。ここまで来たならなぎ倒すまでだ。試作体転送。敵対生命の侵攻を阻止せよ。あれはこの魔物クリスタルが。試作体継戦能力を喪失。なぜ魔物の体にクリスタルが。黒い魔物にクリスタルを埋め込まれた魔物。ここで何が行われていたんだ。敵対生命の脅威上昇。討滅対象と認定。なんだか様子が変だ。気をつけて。何が起こるかわからない。ああ、分かってる。辺りの警戒を怠らないようにしよう。警告。緊急事態発生。緊急事態発生。この黒いものは何なの？脈打つように動いている。こいつはそこら中に黒いもんだ。それにまるで生きてるみたいだ。ウルス
大昔の。警告。起動工程を実行。なんだこの嫌な気配は。施設汚染量が急激に上昇中。また異物が。調べてみよう。750-5015記録を再生。マザークリスタル生成の過程で生まれた生態繊維は魔導兵器への転用を実現成功した。今後さらなる研究を進めることで兵器競争において有利に勝つことができるだろう。生態繊維とは一体。この黒いものって魔物たちの。おそらく黒い魔物はここで作られたんだ。魔物を作り出すか。投進兵器を緊急起動。投進兵器だって。圧力上昇、規定値を突破。あれを。腎臓コアだ。殲滅対象を検知。腎臓コア接続開始。投進召喚銃起動。召喚獣、どういうことだ。投進召喚獣。まさか魔導兵器。腎臓コア接続完了。投進戦闘態勢移行完了。腎臓コアが奴の中に。クライブ、このままじゃ。だったら
奴ごと叩き壊してやるまでだ。生体型等身長官銃オメガ出撃。氷よ。シバ、遅い。そこか。動きが止まった。透滅対象の脅威を修正。腎臓コアの出力上昇。波動器官の接続を承認。オメガウェポン解放。兄さん、何をするつもりだ。あれは腕。本番というわけか。
シバシバ
限圧縮全滅体制移行。今度はなんだ。兄さん、このままだとまずい。いいか二人とも、一気に行くぞ。クライブあたりの様子が。急いだ方が良さそうだ。同心召喚獣オメガ継戦能力を喪失。腎臓コア強制排出。今ならコアをやれるわ、クライブ。うん、分かっている。待ってくれ！お前たち、後をつけてきたのか。頼むよ旦那、どうか考え直してくれないか。ダスククリスタルは俺たち一族の希望なんだよ。それはどういうことだ。俺たち一族の故郷は何百年も前に黒の一帯に沈んでな。それからは放浪の民として生きてきた。
ここで取れるダスククリスタルでなんとかやってきたんだ。過剰になったダスククリスタルを売ってたのも苦しい生活をしてる仲間の助けになるかと。そうだったのか。だがその原因、黒の一体を作ったのも同じようにクリスタルだ。ここにあるコアが黒の一体を広げている。こいつが人造コアがそんなことを。そうクリスタルは人の世界を蝕んでいる。最近自由霊が多いのも人造コアが動き出したことでエーテルが吸われた反動なんだろお前たちのように多くの民が住むところを失う。だから俺たちは人が住める場所を作るためにマザークリスタルを破壊してきたんだ。それじゃ旦那は大罪人シド。クリスタルは決して人を救わない。この人造コアもまた黒の一体を生み出し、それは人同士の争いにつながっていく。お前の一族も巻き込まれかねないぞ。分かった。旦那の言うことに従う。なあ、本当にいいのか兄貴。もちろんだ。詳しいことはさっぱりだが旦那が本気だってことはわかる。俺たちの目的は一族を守ることだろう。シドの旦那、俺たちは腹をくくった。思う存分やってくれ。分かった。みんな離れていろ。対象に異常。警告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 。人造コアの消失を確認。機関エッジの深刻なタスククリスタルが消えていく。
まさかこんな戦いになるとは。ダスククリスタルの元である人造コアは消滅した。出回っているものもいずれなくなるだろう。一段落といったところか。それでお前たちはこれからどうするつもりだ？族長に話してみる。塔のこと、クリスタルのこと、それから旦那方のこと。ダスククリスタルがなくなっちまってもきっと一族のみんなは分かってくれるさ。だけど先祖が見つけたお宝を失ったからな。もし族長に怒られたらどこかに逃げ出すか。逃げ回るならもう他人を巻き込むなよ。旦那、まだ根に持ってたのかい？あれは悪かったって。何かあれば指導を頼れ。できることなら力になる。そうならないようにしっかり備えていく。これから厳しい生活になるだろうけど、それはみんな同じだから。そうか。じゃあな、旦那方。世話になった。助けてくれて感謝します。またどこかで。どうもありがとう。よし、二人とも里へ帰るぞ。俺たちも帰るとするか。ダスククリスタルのことをカローンたちに教えてあげないと。ええ、行きましょう。戻ったのかい、クライブ。その顔は肩がついたようだね。ああ、なんとかな。みんなで話すとしよう。あんたたちが無事に帰ってこれたからいいものの、参ったね。そんなことがあったのかい。闘神召喚獣オメガとは、おそらく文献に出てくる神を倒すために生まれた召喚獣のごとき兵器のことだろう。それがなぜお主たちを攻撃してきたのか。はは、謎は深まるばかりだな。空の文明は僕たちの想像以上の力を持っていた。学者が聞いたら驚くだろうね。もうこれ以上動いている遺跡がないことを祈るわ。ダスククリスタル、人造コア、闘神召喚獣。たとえあれが神ではなく人が作ったものだとしても、俺たちの世界では存在していてはいけないものだ。人は力を求める。その結果、人の手に余るものを作り出した。自らの文明が滅びるとも知らずに。俺たちはどうだ？俺たちは今神に挑もうとしている。かつて神に戦いを挑んだという空の文明と同じことをしているじゃないか。クライブ、この身に宿す召喚獣という大きな力で戦い続ける。その意味を改めて考えさせられた。でも僕たちと彼らには大きな差がある。違うかい、兄さん。そうだな。俺たちはクリスタルを手放すと決めた。神を模倣し力を求めた空の文明とは異なる道。ああ、人が人として生きる道だ。過去より学ぶは人の優れた特質でもある。これもまた人だ。ならばわしはそのために書を通じて語りかけるとしよう。かつての過ちの重さを、そして今より選ぶ道の尊さを忘れぬように。